こんばんは、ゆうかです。最近椅子を変えたので、これで長時間の作業でも腰をいたわって作業することができそうです。さて、今回は前回作ったこちらのメカトロウィーゴ2号機と付属のアスカを塗って完成させたいと思います。絶対に1日では終わらないので、何日かに分けて分割して作業を進めます。動画自体は完成まで1本でまとめておりますので、完成までぜひお付き合いください。それでは本編をご覧ください。まずは前回作ったメカトロウィーゴの気になるところをヤスリがけして合わせ目を消していきます。一度組み立てたパーツならバラしてもどこがどのパーツだかわかるので安心ですね。どこを合わせ目消ししようかバラしながら考えました。合わせ目消しの前に気になるランナーの跡ですとかをヤスリできれいにしておきました。今にして思えば合わせ目消しをした後にまたヤスることになるので、この作業はただの二度手間になってしまったのではないかなとちょっと反省をしています。こういう地道な作業こそ時短できるところは時短しないと、私の場合はやる気も集中力も途切れてしまいます。今回後はめ加工にも挑戦してみようかと思ったんですけれども、こういった稼働するギミックがあるところはどうやって処理していいかわからなかったので、今回は諦めました。次は合わせ目消しです。久しぶりなので分かりやすい腕のパーツからやっていきます。集中しすぎて手元が映ってないというのは動画としてはダメですね。少しだけ間を空けてそこに接着剤を流していきます。今回はミスターセメントスーパーパワーを使ってみました。全体的に流してモニュッと挟みます。結構握力は強い方だと思うんですけれども、かなり力を入れてギュッとしないとちゃんとくっついてくれないので、かなり念入りに力を込めました。このくらい出てくれれば多分大丈夫でしょう。他の気になるパーツも合わせ目消しを同様にしておきました。乾かしている間にアスカの塗装準備をします。大雑把に綺麗にはしてあるんですけれども、もうちょっと精密に綺麗にしておきます。開封した時はこんな感じに余計なものがくっついていました。気になるところをひたすら削っていきます。絵面も作業も地味なので、ここは割愛します。次は表面を洗浄していきます。形成過程で付着した離型剤を落としていかないといけないようです。今回使ったのはお風呂のルックと食器洗いで使っているキュキュットです。この2つを混ぜて使いました。調べたところによると他にも家庭にあるもので洗浄ができるようです。他の方法だと煮たりすることでも落ちるようです。細かいところも洗えるように歯ブラシでゴシゴシと洗っていきます。これをしないと塗料がちゃんと乗らないということなので、念入りにやっていきます。生活感のあるスポンジが見えるのはご容赦ください。表面が水を弾かなくなるまでひたすら洗います。洗い終わったので、今度は接合部分を切り離していこうと思います。今にして思えばこれ洗浄する前にやった方が良かったのかもしれません。エアブラシで塗装をするときにマスキングをするよりは切り離してしまった方が楽かなと思って切ってみました。デザインナイフでは少し硬かったので、これから試される方は注意して作業した方が良いかと思います。かわいそうですが、胴体と頭の部分も外していきます。このキット、首がとっても細くって、このぐらいで切れたかなと思って引っ張ったらポコッと取れてしまいました。綺麗に切断できなかったので、ここを接合するのがとても大変でした。接着剤を使って何か固定できました。くっついてる腕も胴体と切り離しておきました。続いてこのバラバラになったパーツを軸打ちしていきます。使うのは
このステンレス線とニューアイテムのピンバイスです。軸打ちが必要な箇所に穴を開けていきます。初めてだったので力加減がわからなくてちょっと難しかったです。適当に穴を開けたら軸になるステンレス線を適当な長さで切断します。このニッパーがまた全然切れないんですね。次は適当な粘土を使います。必要な量を取って軸打ちしたい場所にくっつけます。この時頭部にはまだ穴を開けていません。先ほど穴を開けた胴体で挟み込むと胴体の穴の箇所だけポコッと粘土が飛び出るので、そこにピンバイスで穴を開けることによって正しい位置に軸打ちができるという寸法です。今回は普通の粘土を使っていますが、吸着力のある粘土なども売っているようなので、そちらだとやりやすいらしいです。事前に教えてくださったリスナーさんがいて助かりました。ありがとうございます。両方に穴を開けられたら、先ほどのステンレス線を接着剤をつけて固定をして、長さの調整や穴の深さの微調整をして、頭部の軸打ちが完了しました。他の部分にも軸打ちを施しました。差し込むとしっかり固定されます。同じように右腕と頭を固定できるようにしました。左腕は薄くて軸打ちができそうになかったので、塗装をしてから接着剤でくっつけることにしました。1週間後、太ってしまいました。そんなことはさておき、続きからやっていきます。合わせ目ではみ出た部分を削っていきます。合わせ目消しは久しぶりだったのでちゃんとできるか不安だったんですけれども、どうにかできたようです。他のパーツもセラフィニッシャーで削ってペンサンダーでヤスリがけをしました。これでようやく塗装に入れます。まずは透明なパーツにクリアの色を塗っていきます。小さいパーツだったのでエアブラシではなく筆で塗りました。クリアカラーは初めて使ったので加減がわからなかったんですけれども、多分これぐらいで大丈夫でしょう。次はサーフェイサーを吹いていきます。赤い部分にはグレーより白いサーフェイサーの方がいいよと教わったので白を買いました。赤色の部分だけじゃなく黄色とレジンキットの方も白でサーフェイサーをかけておきました。次はグレーのサーフェイサーを塗っていきます。サーフェイサーぐらいトラブルもなく塗り切れるだろうと思ってたんですけれども、ここでまさかの地震が来ました。めちゃくちゃ大きいというわけではなかったんですけれども、結構長い揺れでびっくりしました。海外の方だったらすごくびっくりすると思うんですけれども、日本は地震大国なので、このくらいの揺れならサーフェイサー続けても大丈夫だろうと作業に戻りました。自然現象は回避できないトラブルなのでしょうがないということにしましょう。ちなみに私は枕元に防災用の避難リュックをいつも置いて寝ています。独り身だと何かあった時に頼れるのは自分だけですもんね。最後に黒のサーフェイサーです。このパーツは黒く塗装したいだけだったので下地を黒にする必要はなかったかなと今になって思います。全部のパーツにサフを拭き終わったんですが、地震酔いが続いていたのでこの日はここまでにしました。平日の仕事終わり、このままでは撮影が終わらないと思って急遽撮影をしました。今回塗装にあたってたくさん塗料を購入したんですけれども、ラッカー塗料と水性塗料が混在しているので先にラッカー塗料を塗っていこうと思います。ガイアノーツから発売されているエヴァのカラーを買ってみました。ラッカー塗料は初めてだったんですけれども、色の定着が良くて発色もいい、素晴らしいですね。黄色は薄いので念入りに拭いておきました。出来上がった色はこんな感じです。次はエバレットを塗っていきます。さーっと拭いただけでこの鮮やかな赤の発色、
すごくいい感じです。この調子で他のパーツも塗っていきます。次は肌色の部分にフレームアームズガールカラーのベースフレッシュを拭いていきます。肌色の調色が面倒かと思ってこれを選んだんですけれども、ちょっとピンクっぽい肌色でアスカにはちょうど良さそうな色です。この画面だと白飛びしてしまっていてよくわからないですね。ハーモニカや服の部分はマスキングをしてから塗装をしました。パーツが小さいからかマスキングって結構めんどくさいんですね。これも可愛いアスカのためです。手袋が赤くなってるせいかすごいホラーチックな絵になってます。平日の仕事前、おはようございます。朝日が気持ちいいです。見てください、この吸収管の見事な赤。どうやら夜の作業の時に塗装ブースのスイッチを入れるのを忘れていたようです。マスクをしていて本当に良かったなと思います。パワーアーム部分をガイアノーズの暗緑色で塗っていきます。ゼロ染色とも書いてあるのでゼロ染用の色でもあるようです。塗ってみるとくすんだ感じではあるものの深みのある綺麗な緑色をしています。他のグリーンのパーツにも塗って、これで今回のラッカー塗料は終了です。まだ時間があったので指先の緑色も塗っていきます。ラッカー塗料の感覚に慣れたからか水性塗料だとなんだか弾いてる気がしてしまいます。塗った感じだとラッカー塗料の方が塗りやすさはあるものの、匂いの面では水性塗料の方が圧倒的に有能なので、どちらを取るか本当に悩ましいところです。水性ホビーカラーダークグリーンはこんな感じに塗れました。撮影開始から翌々週の週末、はい、さらに太った私です。ネットフリックスに上がっている宇多田ヒカルさんのライブを聴きながら塗装をしました。なんでそんなごっついヘッドホンしてんのって感じだと思うんですけれども、ちょうど隣の部屋が改装工事中でめちゃくちゃうるさいんですね。もう何週間もこんな感じなので私もノイローゼになってしまいそうです。まずは光沢のあるホワイトを拭いています。ホワイトの下地だとどこに塗ったかわからなくなっちゃうので、グレーの下地の方が正解だったのかもしれません。ピアニカの発見も光沢のホワイトを筆で塗っておきました。次は黒で塗っていきます。そういえばまだ吸引管は赤いものを使ってますが、新しいものを後日購入しておりますのでご安心ください。次はレジンのアスカの方を塗っていきたいのでマスキングをしていきます。大雑把に貼ると良くないかなと思って5ミリ間隔程度にマスキングテープを切ってちまちま貼っていきました。とりあえず顔はこんな感じに覆って紙を塗ってみようと思います。胴体も太ももと服の部分をマスキングしておきました。まずは艶消しホワイトで靴下と靴と襟を塗っていきます。次は髪を塗っていきます。色は艶消しレッドとイエローと光沢が出てしまうのでプレミアムフラットベースを混ぜて使っていきます。朝食は初めてだったんですけれども、私はこういうところは大雑把な性格なので目分量でやりました。赤も黄色も隠蔽力の少ない色なのであんまり発色しなかったからか何層かに分けて塗ったんですけれども、かなりオレンジっぽい髪色になりました。なんだかしっくりこなかったのでココアブラウンと艶消しホワイトも足して塗ってみました。パッと見あまり変わらないかもしれないんですが、個人的には塗り直した方がしっくりきたので塗り直してよかったかなと思います。次は服を塗っていきます。インディブルーと艶消しホワイトとプレミアムフラットベースで配合しました。目分量の割にいい感じです。次はピアニカを塗っていきたいと思います。小さいので筆で塗っていきます。細めの筆を使って塗ったんですけれども、それでもはみ出しそうでかなりハラハラしました。マスキングをすればもうちょっと安心感は得られたかもしれないんですけれども、めんどくさいという気持ちの方が勝ってしまいました。それでもなんとかこんな感じで塗ることができました。
裏面のバンドも塗ってピアニカは完成です。あとは服のボタンと靴を筆で描いてアスカの塗装は完了です。全部の塗装が終わったのでデカールを貼っていきます。今回それぞれのデカールが大きいのでマークセッターを使ってしっかり貼っていきます。デカールを水につけて少ししたら引き上げて水が乾いてしまう前にマークセッターを塗ってその上からデカールをスライドして貼りました。貼り付けたところが少し湾曲していたので筆で慣らしてから綿棒でコロコロしていい感じに貼ることができました。この調子で他のデカールも貼っていきます。かなり時間がかかってしまったので小さいデカールを貼るシーンはカットします。問題はこの大きいデカールたちです。まずはネルフのロゴを貼ってみます。これは失敗したくない。小さいのよりは水が浸透しにくいかと思ったのでちょっと長めにつけました。その間にマークセッターを塗ってデカールを台紙からずらしてスライドさせてできたとここでやめとけばよかったのに位置が気になって直したりしているうちに小さいエッジ部分が破けてしまいました。パッと見はわからないのでセーフということにしましょう。他の大きいデカールもこの調子で貼っていきます。大きいデカールは修正するのが難しいのでしっかり位置を見極めて貼り付けることが大事だなと思いました。この大きい黒いデカールなんですけれども貼り付けるのに失敗してしまった上に破けてしまって結構目立つ場所なのでここは塗装をしてしまうことにしました。気を取り直してアスカをくっつけていきます。接着剤を軸打ちした穴に入れてステンレス線を差し込みます。他のパーツも同様に接着剤でくっつけていってアスカの完成です。メカトロウィーゴも組み立てて2号機も完成しました。動画としてもかなり長尺になってしまいましたがどうにか完成できてほっとしました。ところどころ撮影自体すっ飛ばしてしまっているところを保管するとアスカの目はデカールで貼っています。2号機の赤と白のパーツ部分はデカールの上から光沢のトップコートを拭いています。パワーアームやそれ以外の場所は艶消しのトップコートを拭いています。2号機を塗装前と比較してみました。ぐっとかっこよくなったしちゃんとエヴァコラボってこれならわかりますね。塗装前の足のカバーの向きが逆だとコメントで教えていただいたのでちゃんと直しました。教えてくださってありがとうございます。最後に可愛いアスカを見てください。初めてのレジンで不安がいっぱいだったしマスキングがうまくできなくて線がガタガタしてしまっているところもあるんですけれどもまた一つ新しい経験ができたのでこのアスカとても思い入れが深いものになりそうです。というわけで今回はメカトロウィーゴ2号機パワーアームと付属のアスカを塗装しました。いやー思ったより時間がかかって超大作になってしまいました。ちなみに今の時間はなんと朝の4時半です。もうすっごい肩と首が今痛いです。これで長時間の作業でも腰をいたわって作業することができそうです。こんな大きいデカールを貼るのも初めてだったし何よりレジンキットっていうのが初めてだったのですごく不安だったんですけれども粗が多いなりにちゃんと形になってよかったなと思います。今回うまくいかなかったことはまた次別のキットを作る時に活かしていってもっとどんどんね腕を磨いていきたいなと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。ストレスと内臓の不調で短期間でめちゃくちゃ太ってしまいました。ほんと自分でもびっくり。現在猛烈ダイエット中です。来週の動画までに痩せれるのか、乞うご期待ください。